イヤホーみんな息してる息しかしてない時丸です。暑いですね、今日もね。37度くらい東京あります。で、歩いてきました。5キロぐらい、今日も。で、歩いていて思ったのは、生きるっていうことは、ものすごく大変なことだなって。ものすごいことだなって。それは生きるってことが大変っていうわけではなくて、なんて言うんだろう。生きるってことがものすごいことだなってこと。ちょっと何言ってるか分かんないと思いますけど、ちょっとわけわかんない話していきますんで。で、やっぱね、もうとにかくお金かかるじゃないですか。みんなすごいなって。みんなすごいなって、どうやって生きてるんだろうなって、結構思う時あります。もうすごい税金が、ステルス増税されてるでしょ。なんかステルス増税メガネとかっていう人がいたでしょ。で、上げられてて、で、僕も相当ね、相当税金払ってるんですよ。一市民というか区民として。で、そういうのもありながら、あとは、ね、どんどん保険料とかも値上げされていってるし、で、家賃でしょ。家賃の値上がりもすごいでしょ。だから毎月の家賃も支払わなければいけないし、で、それから、今度更新料とかね、そういう日本式のシステムがありますけども。で、自分もこのホワイトボックスもそろそろ更新好きなんで、更新料払わなきゃいけないんですけど、そういうの含めてもとにかく生きてるのにお金がかかる。で、僕はピーナッツバターとか、結構いろいろ、ネスカフェゴールドブレンドとかも買わなきゃいけないので、余計にお金がかかる。結構ね、もう食べ過ぎていて、ピーナッツバターとか、ネスカフェゴールドブレンド、最近は UCC になってるんですけども、一番っていうか、日本の中のピーナッツバター摂取ランキングで結構上位に組み込める自信はある。それくらい食べてます。この間紹介したやつね。もう美味しいんだよ、とにかく。で、あれ 450g 入りなんですけど、結構ね、気づけばなくなってるね。早いです。なんかネスカフェとか UCC よりももしかしたら消費のスピードっていうのは、ピーナッツバターの方が早いかもしれない。で、意外とね、もちろん美味しくて毎日食べるんですけど、1500、600円するんですよ。だから結構ね、それにピーナッツバターに私の食費は持っていかれてるところがあったりとか、あとは、最近、サーモンとかの値段も上がってますよね。で、アトランティックサーモンが私結構好きなんですけど、よく買うんですけど、今日もね、買ってきたんですよ。で、今冷蔵庫に冷やしてあるんですけど、アトランティックサーモンってね、結構ね、高いんですよ。5、600円するんですよね。こんなもんで。もちろんその時期とか、地域とか、スーパーによって変わるとは思いますけど、だから僕もなるべく安い時に、こう仕入れるようにしてるんですけど、それでもね、だからアトランティックが50円引きとかだった時にもこうやってもう、ガッツポーズしますね。アトランティックがもう50%引きとか、50%引きはでもない。ほとんどない。もう、安くなったらすぐもう売り切れるから、アトランティックハンターっていうのが結構東京にはいるんですよ。僕の地域だけかもしれないですけど、そのアトランティックサーモンだけを狙っている、主婦の方、アトランティックハンターって私呼んでるんですけど、そういう方がね、どうやらいるんですよね。だから、もう値下げされたらすぐそのアトランティックハンターにやられちゃうんで、だからもう僕も50%引きとか50円、50円だ、50円。50円。50円で結構最大って感じ。たまに30円とか引かれてて、50円引かれてたらもう。で、アトランティックサーモンを仕入れて、で、今日は運よくね、そのアトランティックサーモン手に入れて、だから、ちょっとね、こう、東京都心部にいながら、狩猟採集時代を生きてるようなイメージでいるんですよね。で、それは何もない、この部屋で暮らしていて、なんかそういうところにしか楽しみを見出せないっていう、寂しいエクストリームミニマリストの、スタイル、一つのスタイルではあるんですけども、で、とにかく、その魚も高いでしょう。で、野菜はね、だいぶ一時期よりは落ち着いたけど、それでもだいぶね、まだ平均的には高くなってますよね。数年前に比べて。
やっぱりそのインフレの状況が、結構こう家計に来てるなっていうのを感じたりしています。で、それをね、どういうふうに自分の中で対処していくかっていうと、やっぱり早起きとかなんですよ。自分のその生活習慣とか、規則正しい生活とか、正しい行いを日々行っていくしか、その生きることに抵抗していく術はないかなっていうふうに思ったりしてます。で、これはまあ抵抗でもないと思うんですよね。抵抗するっていうのは逆によろしくないというか、なんかその自分の中で生きることがそのストレスになるっていう感じになるんで、もちろんそれはもう仏教的に言えば、人間っていうのは生まれてきてからその苦しみをね、抱えたまま、で、それをいかに手放していくかっていう風なところで死に向かっていくわけですけど、仏教的観念で言えばね。でもなんかキリスト教的な観念で言えば、こうやっぱりこうゼロから生まれてきて、いろいろどんどん手に入れてね、いろんなものを手に入れて、最後はハッピーに天国に行けるっていう風な、そういうこういろんな宗教観がありますけど、でもなんかやっぱりこう、自分自身のそのフィジカル、実体を見たときに、やっぱり一日の生活があって、一日が朝からスタートして夜になって終わる。そして眠る。そしてまた次の朝が来るっていうこと。そこを考えたときに、やっぱりその時間を考えるというか、その中でいかに規則正しく、そして正しい行いをするか。それはもうヨガのね、実践でも言えることなんですけど、基本的なことですよね。もうその嘘をつかないとか、もう盗みをしないとか、そういうことですよ。人を傷つけないとか。で、それと同時に、やっぱりその部屋をきれいにしておくとか、なんかそういうことで、人助けをするとかね、ボランティアというか人のためになることをするとか、人を助けるとか、なんかそういうところをコツコツやっていくしかないかなって。なんかそういうことをちょっと歩いて今日は考えました。なんかこう、本当に大変だなって、だからみんなすごいなって思うし、褒めたたえたいんですよね。なんかこう、生きてることを。これちょっとまあおかしな話ですけど、なんかこういう動画でね、そういうことを言うのは。でもなんか、思えば自分はやっぱり自暴自棄な時代もあったし、自暴自棄的な生活っていうのかな。なんか、今さえ良ければいいっていうね。で、よく、僕のヨガ的な文脈とか、このミニマリズムの文脈では、やっぱり今に集中することが大事っていう話はよくしていると思います。今に集中することによって、その先延ばしされたその老後とか人生を生きるんじゃなくて、今からやりたいことに取り組んでいく。で、新しいことをスタートさせる。で、今日をしっかり生きる。そういうことを言ってるんですけど、でもやっぱり、それと同時に、自分の人生をペンディングする時期っていうのかな。先のために今何かをしないっていう選択が時には必要だなっていうことも同時に思うんですよね。で、それは多分、どの人にも多分当てはまることで、それを最初にやった人は後から楽になるし、最初にやらなかった人は後からきつくなる。なんかそういう基本原則があるんじゃないかなって思ってます。で、僕はどちらかといえば、若い頃っていうか20代の頃とかは、今のことしか考えてなかったっていうか、今日一日をいかに生きるかみたいな。で、今もそういう意味では、その方向性は今も変わってないし、どんどんそれがこう増してきてるんですけど、なんか、その生きることがより切実なんですよね。10代とか20代っていうのは。なんて言うんだろう。そのエネルギーに満ちているし、この有り余ったエネルギーをどこにぶつけていくかとか。で、無理が効きますよね。体も。で、精神も。怖いもの知らずというか。だからその無駄なものとかに向かっていったりとか、怖いものに突っ込んでいく力とか、夜明けまで踊り狂う体力とか、なんかそういうところに突き動かされていて、ずっと遊んでましたね。遊んでた。で、それをこう遊びを学びとか言ってね、経験とか言って正当化していたりとか、でも実際それは結局後で振り返ってみたら何にもなっていないこととか、
無駄にお金使ってしまっていることとかもたくさんあるし、で、借金もありましたしね、20代はね。借金があって、そんな大した額ではなかったんですけど、20代前半ぐらいまで、一回多分この動画でも話してるんですけどね、借金をもう手放そうっていう話をしてるんですけど、20代前半ぐらいまでは借金がありましたね。クレジットカードのリボ払いとかそういうものもやってましたし、で、消費者金融とかそういうとこには借りていないんですけど、親とかにちょっとこう引っ越し代をいただいてたりとかね、そういうものがあったりして、全然もう貯金もできずに貯金もなかったし、で、その時を振り返ってみると、やっぱりその、ディーセントなっていうか、こう、正しい生活みたいなものっていうものは、全く考えてなかったと思うんですよ。その、朝早く起きることとか、自分のディープルーティンを確立することとか、なんかそういうことに関しては一切考えていなくて、何を考えていたんだろうなっていう感じなんですけど、ただもう本当にその日暮らしのアリエッティっていうか、その日暮らしの時丸っていうみたいな感じで、ヤドカリライフっていうのかな、なんか、もう家にはずっと帰らないような生活をしていたりとか、なんかそういうこう、ね、撮影の仕事だったっていうこともあって、いろいろこう、東京じゃないところ日本中こう移動しながら、やってたりとか、あとシェアハウスしてたりとかっていうこともあってね、なんかそういうことをこうやってた時期もあるんですよ。で、そうなるとやっぱり、むちゃくちゃなんかでも楽しかったし、それはそれで。で、それがあるから今があるっていうのはもちろんわかるんですけど、なんかその時の、ツケっていうのかな。なんかそういうのがもしかしたら自分に、回ってきてるんじゃないかって。その最近のっていうのか、その今日歩いて気づいたことは、その人生ってものすごく大変だなっていうか、大変なことなんだなって生きるっていうのは、そこにね、繋がってきたわけです。で、そんなこと言ってるとね、何言ってんだっていう思う方もいると思います。それはもちろん。こんな恵まれた国でね、いい食事をちゃんと確保しながら、そういうこうミニマリズムとか少ないもので暮らすとかって言ってるのは、その結局、裕福な国だからできるんだっていうのはあると思います。それはもう世界レベルで見たらね、本当にその本物のミニマリズムっていうのかな。それはもうそのホームレスというか、本当にその家に住みたくても住めない方ってもうたくさんいますし、世界中に。なんかそういうところを考えるとね、そんな簡単に、人生とか、その生きるってことがものすごく大変だってことは言っちゃいけないとも思うんですけど、それは一つの軸として、そういうこう、世界的なレベルで考えることと、あとはその自分の本当にこう小さなささやかな生活レベルで考えたときにも、ちょっと意味は変わってくるけど、そういう、ものすごく大変だなって。で、それを結構みんなやっている。しかも同じ時間、同じ日を生きて、で、この夏の暑い日にね、今日皆さんが何やってるか知らないですけど、ピーナッツパーラーとかスイカ割りとかしてる方いるかもしれないですけども、私はこのホワイトボックスでスイカ割りちょっと一回やろうかなって思ったんですけど、何せね、やっぱりその、お借りしてる物件なのでね、その、こう白い床がその赤いスイカの、こうね、肉で、こう染まるっていうのは、なんかこう、なんかね、ダメだなっていうのがね、やっぱあって、そこはちょっと、ぐっとこらえたんですけどね、スイカ割りでしょ、やっぱってね、こう、で、結構スイカ割りをされてる、YouTube の方とかちょっといて、なんかちょっとスイカ割りの動画がなぜか自分の、レコメンドに出てきたんですよね。で、スイカ割りをちょっと何本か見てしまって、これスイカ割り、そういえば最近やってないなって思ったりとか、それこそ昔は本当にね、みんなでビーチに行ってね、東京だとその鎌倉とか逗子とか近いんで、逗子海岸とか行って、みんなでね、やってたんですよね、スイカ割り。その時の思い出が結構ね、蘇ってきますね。で、その時に、その一緒にスイカ割りした友達とか、みんなね、どこに行ってしまったんだろうって思うんですよ。で、それはその人生ってものすごく大変だなっていうか、生きるのってものすごく大変だなっていう話ともつながってくるんですけど、
これ結構思いませんか？思う人いませんかね？みんなどこへ行ってしまったんだろうって。チーズはどこへ消えたっていうなんかあったじゃないですか。漫画でしたっけ？漫画か本がね。なんか、そんな感じなんですよ。みんなね、消えてくんですよね。これって不思議なことで。で、もちろん、生きていれば新しく出会う人とかがいて、で、それで新たな、ね、人間関係とか始まったりするんですけど、でもね、子供の頃から、こう、いろんな人と出会ってきて、で、一瞬の出会いと別れ、本当に刹那みたいなものなんだっていうか、うん、水の上にこう消えていく、もうこう湧いては消える泡のように、いろんな人たちが現れてきては、そして消えていく。そしてどこに消えたんだろうって。で、何をしてるんだろうって。うん、そういうことを思うんですよ。で、それ一つは自分がSNS やってないからなんですよね。うん。そのインスタも持ってますけど、あれはインスタだけ持ってますけど、あれはそのアカウントだけ作っていて、もう時丸田中の連絡網みたいな感じで、誰もフォローしてないんで、で、しかも、他の人の投稿もほとんど見ないんですよね。うん。で、今もうすごいから、いろんな AI を使った、刺激が強いのが多すぎるので、あまり好きじゃないんですけどね。でも、まあ、たまに友人とか、友達の投稿は見たりはするんですけど、それでもやっぱりこう、なんか、20代の頃っていうかな、昔よりやっぱりこう、インターネットで誰かと連絡を取ることとか、SNS を使って、なんかこう、誰かがこういうことやってんなみたいなコミュニケーションを取るってことがなくなったっていうことです。で、それは、自分が、自分自身の生活と、生活に集中できてるってことだと思います。うん。一つはね。で、やっぱその集中力が、自分の今の活動というか、活動だったりとか仕事だったりとか、そういうものを生み出しているのは確かなんですよ。だからやっぱり集中するタイミングっていうのは必要で、でもそれと同時に、なんて言うんだろう、さっき言ったような、みんなどこへ行ったんだろうっていう感覚が、こうずっとあるっていうこと。うん。で、本当にね、出会い、出会いと別れっていうか、そんな感じなんですよね。気づけば、なんかこう一瞬のきらめきっていうか、本当に一期一会っていう言葉がありますけど、日本には。最近ますます一期一会の凄さを感じるね。うん。いや、本当に、毎日でも会える人とか、もちろん家族とかね、いると思いますよ。その家族だったり、パートナーとかだったり。でもそういう人たちでも、それは、永遠じゃないってことなんですよ。うん。永遠じゃないってこと。だからそれに気づいた時に、ものすごくびっくりするんですよね。自分は、人間なんだっていうか、自分の孤独さみたいなものにも気づくし、で、人間の孤独さみたいなものにも気づく。いくら友達と群れたって、人とこういろいろ絡んで群れたとしても、結局一つの個体っていうところ。うん。なんか、超知性みたいな感じで、なんかぐわーっといろんな魂が融合して人類が一つになるみたいな、そういうこう世界観の小説とか SF ってたくさんありますけど、なんか、やっぱそこに行けないからこそ人間が個である。それは自分の体しかないからってこと。うん。その体しかないから自分は孤独であるし、人間でいられる。一人でいられるっていうこと。で、つまり、そこを認識することが幸福につながってくるんですよね。そこにも最近気づいてきて。で、それは、一つは有限性っていうキーワードです。うん。で、この間、ちょっとそういうこう時間の使い方に関する本を読んだんですけど、ちょっとタイトル忘れましたけど、概要欄貼っときますね。うん。その中で、やっぱり人間っていうのは時間を自分が持てるものだと、自分が扱えるものだとして考えてる。まずそこが間違いなんだっていうことです。自分の持ち物とか服とか食べ物とかそういうものって実際に手に取って数えられるじゃないですか。で、それを所有することができる。で、これは私のものだっていうふうにすることができますよね。ただ、時間っていうのはできないんですよ。でも、誰もが時間っていうものを自分が扱えるものとしてコントロールしてるんですよ、みんな。
それはカレンダーを作って、で、カレンダーの中にこういう予定をやるってことを入れたりとか、一週間後の予定を決めたりとか、で、それまでに何日あるからその間にこの仕事を終わらせなきゃいけないとか、締め切りはあと5日間だとか、なんかそういうことを決めてスケジュールするんだけど、その時間っていうのは本来自分の手の中にはないんですよね。自分たちが持ってるものと違って。でも人はそれを自分のものだと、扱えるものだとして、生きているから、だから、それが扱えなかった時にストレスが溜まるし、いくら扱おうとしても自分の手の中からすり抜けているし、いくし、約束した予定は守れないし、果たせないってことになる。締め切りも守れないし、締め切りがどんどん後ろにずれていって、締め切りを決めなければ、でも永遠にその仕事っていうのは終わらないから、なんとなく締め切りを決めるんだけど、でも余裕持ってちょっと先にしとこうねって言ったら、そこまでやらないんですよ、人は。だからそういうふうに時間をやっぱり考えるっていうか、時間を自分のものとしてものにできるっていう認識があるから、そこを手放すっていうか、だから時間は自分のものではないんだっていうこと。それがその自分の有限性を自覚するってことなんですよね。それに気づいたときに、それに気づくと、詰め込もうっていうことをあんましなくなるんですよ。そこに詰め込んでも意味がないことだし、あと予定を立てるってこともあんまりしなくなる。その予定を立てたとしても、その間に自分の気持ちっていうのは変わるし、てかこの1秒1分の間にもいろんな気持ちが変わっていくし、だから絶対っていうことはないし、決めたものっていうのは絶対ではないんですよね。誰にも保証されてないんですよね。でもそれが決められた約束が守られるかのように、果たされるかのようにみんな生きてる。だからそれが果たされなかった時にすごく不幸になるんですよ。悲しむんですよね。ちょっとね、話が散漫になってきました。多分ね、暑すぎるからですよ。暑いせいで、ちょっといろいろ考えてしまいました。明日、ライブします。久々に。真っ昼間にやりますので、12時ぐらいかな、多分。もしお暇な方は。スイカ割りの予定とかがない方は、ないね、リア充じゃない人は、ぜひお集まりください。お待ちしてます。で、今日土曜日だったんですけど、今日の朝に、私が発行しているメールマガジン、ニュースレター発行しました。で、UCC のことについて書いてますね、今日はね。なんで、そちらも、もしよかったら登録してください。で、このチャンネルでは、基本的には、少ないもので暮らしながら、何か作っていく、より作っていくっていう風な発信。そのヒントになるようなアイデアを発信してますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。でも基本的にはこういう風に無駄な喋りをしています。はい。そのミニマリストだからその喋りが短いとか少ないとか思ったら大間違いで、大間違いです。明日、また。